皆様、ごきげんよう、マリー・アントワネットチャンネルです。このチャンネルは、マリー・アントワネットやベルサイユ宮殿、フランス革命に関連する歴史を再現したり、解説したりするチャンネルです。今回の動画では、ベルサイユ宮殿を熱盛で再現し、見どころやその背景などを解説したいと思います。ベルサイユ宮殿には、およそ400年のフランスの歴史と文化が詰まっています。そもそもベルサイユ宮殿を一番最初に建設したのは太陽王ルイ14世の父であるルイ13世でした。ただし宮殿としてではなく狩猟のための小さな城館として建てたのです。それを息子であるルイ14世が改築と増築を繰り返して類まれな宮殿へと変貌させました。ルイ13世が建てた1652年頃の城館がこちらです。ルイ14世は外側からこれを囲むようにして増築し、宮殿として拡張させていきました。フランス革命が起こると、ルイ16世一家はベルサイユ宮殿を退去させられ、パリに移りました。ナポレオン時代を経て、王政復古後は最後のフランス国王オルレアン家出身のルイ・フィリップがベルサイユ宮殿をフランス人民の歴史と栄光を後世に残す博物館として整備します。現在のベルサイユ宮殿を空から見るとこのようになっていて、この中心にある中庭が大理石の中庭です。ルイ13世の城館がここ宮殿中央の大理石の中庭周辺の部分です。この島で再現したのは中央のこの四角で囲った部分の2階エリアです。ルイ14世は父親が建てた城館をできるだけ残して外側から包囲するように宮殿を拡張させていきました。ですので現在もルイ13世時代の建築の名残を見ることができます。この赤レンガとクリーム色の切り石の組み合わせは17世紀前半のフランス建築によく見られます。この中庭はルイ・フィリップ時代に掘り下げられたので建設当時とは異なっています。かつてここは王に謁見するための人々で溢れていました。この中央の時計は王政時代は先代の王が崩御した時間を示していたそうです。これはこの島で再現した2階エリアの見取り図です。実際と部屋の配置はほぼ同じですが、大きさが少し違うので正確ではありません。この島専用の見取り図です。このようにたくさんの部屋がありますが、それぞれの部屋をアパルトマンによって色分けした図がこちらです。アパルトマンとは王族がそれぞれ持っている複数の部屋のことで一続きにつながっています。まず緑の部分が王のアパルトマン。ここは王が生活し人々に公開される公式のエリアです。青い部分が王のグランアパルトマン。ここは賓客や宮廷人をもてなす公的なレセプションのためのエリアです。水色の部分が王のプテアパルトマン。ここは王のプライベートなエリアです。同様に王妃にもアパルトマンがあり、赤い部分が王妃のグランアパルトマン。公式の生活エリアです。ピンクの部分がプテアパルトマン。プライベートなエリアです。なぜ王のアパルトマンがややこしいかというと、ルイ14世が生活するエリアを青いエリアから緑のエリアに途中で移したからです。こちらは1680年頃の図面です。緑の線で囲った部分がルイ13世の城館です。ベルサイユ宮殿は東を向いて建てられていますが、ルイ13世の建てた城館の周りに南側に王妃のグランアパルトマン、北側に王のグランアパルトマンを配置し、そこで生活する予定だったのですが、途中でルイ14世はグランアパルトマンを放棄してルイ13世の城館に新たなアパルトマンを整備して生活するようになります。グランアパルトマンはその代わりに
公式の儀式やレセプションのためのエリアになったのです。なぜルイ14世がアパルトマンを引っ越したのか、理由はよくわからないのですが、これは私の完全な推測ですが、北側が寒かったのではと思います。と言いますのも、ルイ15世も部屋が寒いという理由で寝室を引っ越したからです。ルイ14世は割と頻繁に計画を変更しているので、他にも理由があるかもしれません。今回ご紹介するのはこの青い部分、王のグランアパルトマンです。それでは宮殿の中に入ってみましょう。右側の建物はガブリエル塔です。ガブリエルという名前の建築家に由来します。中はこのようになっていて、神殿のような荘厳さです。この階段が設計図通りに完成したのは1985年。意外と最近ですね。階段が作られ始めたのは1772年ですが、資金不足により完成がこれほど遅れたそうです。この島では狭くなってしまいましたが、実際のガブリエルの階段はもっと壮大です。この右側の階段を上がりますと、実際の見学コースに近い感じになります。階段を上がると、エルキュールの間です。この島ではスペースがなくて再現できませんでしたが、実際はこんな感じです。この天井画は世界で最も大きな天井画の一つです。ここはルイ15世の時代になってから完成し、当時は舞踏会の会場になりました。革命直前の1789年5月には三部会のレセプションにも使われました。先に進みましょう。次は北条の間です。この部屋の画面左側にはルイ16世の遊戯の間がありますが、その部屋が改装される前はルイ14世の数々の宝物を展示するための部屋がありました。この北条の間はその部屋のエントランスとして作られました。壁の鮮やかな緑の布は金の縁取りがあるビロードです。この肖像画は1723年頃に描かれたルイ15世の肖像画です。彼はこの時13歳ですが、即位したのはわずか5歳でした。王室の公式ルールとして、未成年の王は即位しても13歳の誕生日までは政治は摂政が行うことになっており、満13歳で成人とみなされるそうです。ルイ15世はなぜ5歳で即位することになったのかというと、ルイ14世の存命中に後を継げる人たちが相次いで死去したからです。この部屋にある他の肖像画を見てみましょう。ドアの左側の肖像画はルイ14世の長男のルイです。太王太子と呼ばれていました。ルイ14世はスペイン国王の娘マリー・テレーズとの間に6人の子供がいましたが、成人したのはこの長男のルイだけです。他の5人は幼少期に全員死去しました。この大王太子ルイは天然痘により49歳でルイ14世より早く死去しましたが、息子が3人いました。父の死去に伴い、長男のブルゴーニュ公ルイが王太子になりました。彼もまた3人息子がいましたが、長男は幼児期に死去。ブルゴーニュ公自身は妻と共にはしかにかかって29歳で死去。その後王太子になったのが彼の次男ですが、両親と同様にはしかにかかって死去。王太子だったのはわずか3週間です。兄の死後、王太子となり王位を継いだのがルイ15世です。ブルゴーニュ公ルイの弟、アンジュー公フィリットは祖母に由来するスペインの王位を継承し、フェリテ5世として即位しました。現在のスペイン国王、フェリテ6世の先祖です。フェリテ5世の弟、ベリー公シャルルは、修行の時の事故が元で27歳で死去してしまいました。ちなみにベリー公シャルルには3人の子供がいましたが、全員生後間もなく死去しています。こ
こまで紹介した B14 世の嫡出子の子孫のうち、生き残ったのは孫のスペイン国王フェリテ5世とひ孫のルイ15世だけです。この時代、そもそも生きるのがどれほど困難なことだったのか、この部屋の肖像画を見ると理解できます。次に行きましょう。次はベヌスの間。ベヌスは英語でヴィーナスです。この部屋ではかつて夜会の時に軽食のビュッフェが提供されました。壁に沿ってテーブルが設置され、当時貴重だった生の果物や果物の砂糖漬け、マジパン、ジャムなどが提供されました。果物の砂糖漬けは宮廷人たちの大好物だったそうです。壁の羽目板はすべてカラフルな大理石を組み合わせて作られています。柱も大理石でできています。この柱と柱の間には騙し絵があり、奥行きがあるように見せかけています。騙し絵はもう一枚手前の壁にもあり、奥の壁の絵と対になっています。島主がうっかり間違えたために、ここにある絵は実際は反対側の壁の絵で、正しくはこちらの絵がこの壁にあります。描き直すのが面倒くさすぎてこのままになっています。中央の壁のくぼみにあるのは B14 世の像です。ローマ皇帝風の衣装を身につけています。この時のルイ14世はまだ30歳になっていなかったそうで、若き日の太陽王の姿が見られます。この盾に彫られているのはゴルゴン。ゴルゴンの目を見た者は石となるという伝説があります。ゴルゴンは3姉妹の怪物のことで、そのうちの1人がメデューサとして有名です。この彫像を再現するのはちょっと無理でしたので、ダビデ像に代理をお願いしました。次はディアーヌの間。ディアーヌは英語でダイアナ、月の女神です。この暖炉の上にある絵もディアーヌがテーマです。中央に描かれた王女イピゲネイアは父によって生贄にされそうになりましたが、ディアーヌによってとっさに目近に入れ替えられたという神話です。このディアーヌの間では当時は中央にビリヤード台が設置されていました。 B14 世は食後に運動するよう医者から勧められていたため、毎日ここでビリヤードを楽しんでいました。実際 B14 世の腕前はかなりのものだったそうです。宮廷のご婦人方は長椅子に腰掛けて観戦し、王が良いプレーをすると拍手を送りました。そのためこの広間は別名喝采の間とも呼ばれていました。中央に置かれているのは白い大理石でできた B14 世の胸像です。この島ではツタンカーメン王が代理を務めています。次はマルスの間。マルスは英語でマーズ、火星です。この広間はもともと衛兵の間として使われていました。軍神マルスにあやかり、室内の装飾も戦をテーマとしています。これはルイ15世の肖像画ですが、よく見ると鎧をつけています。背後には馬や銃も描かれています。戦争で野営をしている王の姿です。この反対側の壁には王妃マリー・レクザースカの肖像画。この2人の間には二男八女が生まれますが、妊娠出産にうんざりした王妃は B15 世を拒否するようになりました。信仰に生き、自身の居室でひっそりと穏やかな生活を送ったそうです。エルキュールの間ができるまでは、この部屋で数々の舞踏会や音楽会が開かれたため、舞踏会の間と呼ばれました。当時は楽団のステージが2カ所に設けられていたそうです。次はメルクリウスの間。メルクリウスは英語でマーキュリーです。こ
こだけなぜかストリートビューで見れないので、写真をご覧ください。この部屋は、もともと B14 世の寝室として作られましたが、早々に寝台は撤去され、トランプやスゴロクなどのゲームのための部屋になりました。現代でいうところのゲーミング部屋ですね。この部屋にあった調度品は、すべて革命時に散逸しています。現在、ここにある豪華な寝台は、B フィリップが復元させたものです。B フィリップが B14 世の寝台から剥がされた古い布を入手し、つなぎ合わせて再現されたそうです。寝室として使用された期間は短いですが、B14 世が亡くなった時、遺体が安置され、葬儀が行われたのはこの部屋です。寝台の左側にわずかに見えているのが自動時計です。1時間ごとに中央の扉が開いて王が登場する仕組みになっています。こちらの肖像画もルイ15世。戴冠式の衣装を着た姿です。写真には写っていませんが、反対側の壁はこちらも先ほどと同様に王妃マリー・レクザンスカの肖像画です。王のグランアパルトマン。最後の部屋はアコロンの間です。アコロンは太陽神、太陽王にふさわしい部屋の名前です。この部屋はかつて玉座の間として 2.6 メートルもの巨大な銀製の玉座がありました。後にこの玉座は溶かされてしまいますが、実際 B14 世が玉座に座ることは少なかったようです。ここはバレエのための広間でもあり、鑑賞するときは王は無造作に演台の縁に腰掛けていたそうです。B14 世はバレエが大好きで自身も舞台に立ちました。太陽王の異名はもともとはバレエでアコロンに扮したことがきっかけだったそうです。こちらの肖像画は戴冠式の衣装のルイ14世。ルーブル美術館にも同じ絵があります。この肖像画が描かれた時の B14 世は63歳ですが、父の死に伴い実際に即位したのはわずか4歳です。B13 世の死因は結核だったという説が有力のようです。B14 世は身長が160センチほどで、身長を高く見せるためにカツラとハイヒールを愛用していたというのは有名な話です。反対側の壁には同じく戴冠式の衣装の B16 世の肖像画があります。即位したのは19歳の時です。B16 世は B15 世の孫にあたります。父 B フェルディナンは皇太子でしたが、王位を継ぐことなく B15 世の存命中に36歳で結核で亡くなりました。その時、すでに長男の B ジョセフ・グザビエは9歳で結核により死去。次男のグザビエ・マリー・ジョセフも幼児期に死去していたため、三男のベリーク・オルイ・オーキストが皇太子となり、B16 世として王位を継ぎます。B16 世自身の長男も結核で革命直前に亡くなっています。結核の恐ろしさがわかりますね。この部屋にある大きな燭台は、当時王太子だったルイ16世とマリー・アントワネットの結婚の際に作られました。ここにあるのがオリジナルで、これらをもとに鏡の間の燭台を復元したそうです。本物は金の女性像が燭台を支えていますが、この島ではカニが支えています。シンクの色が美しい壁の布はダマスク織です。この島では、この壁の模様がマイデザインで使い回されています。この次の部屋は次の動画で解説したいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。